こんにちは、トバログです。今回は久しぶりにガジェットのレビューとかではなくて雑談っていう感じなんですけども、この Pixel 9 Pro Fold と Galaxy Z Fold 7、両方をね実際に使ってみて感じた違いだったり、それぞれのいいところと気になるところみたいなのを簡単に話していこうかなと思います。もうそろそろね Google の方でも発表会があるので、新機種 Fold 出るんじゃないっていうところはあるんですけど、できるだけフィーリングベースで、どんな感じの違いなのかとかを話していきます。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速こちらが Galaxy Z Fold 7、そしてこちらが現状では、最新機種の Pixel 9 Pro Fold ですね。両方ともフォルダブルなので、こうやって開くと大きな画面が出てきてタブレットとしても使える、そして閉じればポケットにも入るみたいな、そういう感じの方向性ですね。最初に伝えておかなきゃいけないのが Z Fold 7は最新の今年のモデルなんですけど、9 Pro Fold は昨年のモデルっていうところで、1世代のね差があります。今回は1世代違うってこともあって、スペック比較がっつりしていくってわけじゃなくて、あくまで個人の感想みたいなところで雑談ベースで進めていければなと思います。まずやっぱり紹介していきたいのは外観デザインの差ですかね。さっきも言った通りフォルダブルっていうところで、両方ともね機能性は近しい感じなんですが、外観のデザイン、ブランディングの方向性が全然違うっていう、そこが結構ねユーザー的には選ぶポイントの一つになるんじゃないかなと思います。個人的には選ぶ楽しさがあって嬉しいなって感じで、どっちもねすごいデザイン的にもかっこいいなと思うんですけども、ギャラクシーはどっちかっていうと先進的、そして男性的、クールさ、ビジネスライクみたいな、そういう印象を受ける端末だなと思います。これは一貫して初代のギャラクシーシリーズからずっと踏襲されていると思うんですが、スーツ姿でもすごく似合うというか、かっこいいタイプのこのね機種っていう印象ですね。真四角で本当カクカクカクとしていて、ちょっとね誠実さみたいな、そういうところをちょっと印象づける端末ですよね。そして打ち出し方も結構ね2億画素のカメラとか、薄くて軽いとか、あとプロセッサーが強いとか、そういうところで、割とねガジェットオタク、僕たちみたいなガジェットオタクにすごく刺さりそうな感じのデザインと、筐体スペックっていう感じで、そこがねすごく印象的なのが、ギャラクシーシリーズって感じですかね。で対して Pixel 9 Pro Fold はまたちょっと違うんですよ。CM とかを見ていても思うと思うんですが、結構ねデザイン的には割と中性的というか、温かさとか柔らかさ、親しみやすさみたいなのがすごく印象的ですね。フォルダブルっていうところでは一緒なんですけど、このね角の部分とかが柔らかい、形状になっていて、この部分はね構造上仕方がないところだと思うんですが、それ以外は結構柔らかい雰囲気のデザインになっています。でかつねこの、UI に関してもちょっといろいろと個人的にカスタマイズしてるんですが、テーマでね結構こんな感じで中を気軽にいじることができて、そのテーマを選択するとこんな感じで壁紙とか、あとこのアイコンとかね、そういう色合いも揃えられるっていう、そこが結構ね印象的かなと思います。ギャラクシーがスペックを前面に出しているのに対して、ピクセルは結構ねデザイナーのチーフデザイナーの人が日本に来ていろいろとデザインについて話していたりとか、あと発表会でもねこういうデザインの方向性でやってますよみたいな資料が配られたりとかしていて、スペックではなくてそういう造形とか、どれだけユーザーに対してデザインしているかみたいなところを押し出している。そして実際に使ってみた感想、これ後で紹介するんですが、ものすごくしっかり設計されていると思うので、その辺がねすごく印象的です。ファッション性でいうと、なんとなくギャラクシーはアークテリクスとかゴアテックス搭載とか、そういう感じのね対話な印象に近いんですけど、ピクセルシリーズは結構マーガレット・ハウエルとか、マリメッコとか、そういうねちょっと柔らかい印象があるかなってところですかね。スペックはそんなに突っ込まないって話はしたんですけど、一応ねやっぱり機能性というかガジェットなのでスペックについても触れておきます。
こんな感じですね。それぞれちょっと世代が違うのであくまで参考程度にって感じで見てほしいんですけど、一番やっぱインパクトが大きいのがこの薄さと軽さっていうところですかね。Pixel 9 Pro Fold もそんなに重くない 257g なんですけど、こっちのね Galaxy Z Fold 7 215g っていうところで圧倒的な軽さです。数字で見るとそんなに40g って違うように感じないと思うんですが、実際にこう手で持ってこうやってね使っている時の感覚で言うと圧倒的に Z Fold 7はすごく楽です。フォルダブルシリーズで結構悩みなのがこうやってね長時間使っていると、ただ Twitter とかねウェブの情報を見てるだけでもここのなんかね筋が意外とこう痛くなってきて、ずっと使ってると結構腱鞘炎気味になってくるんですよね。Galaxy Z Fold 5の時に一回ね腱鞘炎になりかけてちょっとフリップに戻すみたいなそういうこともあったんですが、Pixel 9 Pro Fold もやっぱりずっと使ってると結構重たいんですよ。Z Fold 7はねかなり普通のスレート型のスマホに近い感覚で、閉じたまんまでも使えるっていうところがめちゃくちゃ強いですね。40g っていうと数字で見るとね大したことない差に感じるんですが、1円玉40枚分がこう手首のこの指の先っちょにこうかかってるって考えると結構な差ですよね。元が結構軽いのでガラスフィルムを貼ったとしてもかなり軽く使えるっていうのが一つ魅力的です。これは結構圧倒的で、フォルダブルってこうね割とこう片手で使うことも多いんですけど、片手で使うってなった時とかもこのね軽さそして薄さによってすごく自然な感じでここでフォールドできますね。で薄さを比較するとこんな感じですね。次のモデルで、ピクセルシリーズがどのぐらい薄くなるかは結構楽しみなんですが、個人的には薄さよりもやっぱり重さ軽さみたいなところの方が実用性にねかなり寄与してくるところなので、実用性で言うと、そこまでね違いは薄いかなっていうのが正直なところですね。もうここまで薄くなってくると iPhone 16 Pro が手元にあるんですけど、もうほとんど同じっていう、これに関してはもうロマンですよね。ロマンあふれる端末。この薄さっていうのはロマンであると同時に、次の端末おそらく三つ折りスマホが出るって言われてるんですけど、三つ折りへの布石なのかなみたいなのはすごく感じます。今回はね発表されなかったんですが、三つ折りになったらやっぱねフラッグシップ三つ折りの方になっちゃうんで、それだったらこれでもうすごい薄さとか出し惜しみしても意味ないから、一気にここまでもう薄型軽量化しちゃおうみたいな、他を突き放しちゃおうみたいな、そういうなんか意図があるのかなとか勝手に思っていますね。ここはZ Fold 7に関しては前のモデルよりもかなりね画面の幅が広がったことで、例えばこのカバー画面で今まで Pixel 9 Pro Fold 広くて最高だわと思ってたところが Galaxy Z Fold シリーズでもね同じぐらいの幅になっているっていう感じです。比較としてはめちゃくちゃ見づらいと思うんですが、横幅もだいぶねこの iPhone 16 Pro とかそのぐらいの感じでテキスト入力ができるようになってるんじゃないかなと思います。この辺 Z Fold シリーズはかなり打ちづらかったんですが、 Pixel 9 Pro Fold とか iPhone と比べても遜色ないぐらいね、幅が広くなったことで使い勝手良くなっている印象です。こうやってね閉じながらこう使っていると若干気になるのがこの揺れ部分ですかね。カメラがね後で紹介するんですがすごい大きいので、この閉じたまんまケースとかに入れないとこのぐらいの揺れがあります。だいたいみんなケースつけるだろうって感じなんですが、このぐらいの揺れが初期値でありますね。9 Pro Fold も出っ張ってるんですけど、意外とこう揺れる感じはないです。 iPhone も揺れる感じはない。 Z Fold 7はちょっとシーソーみたいな感じで結構揺れが続きます。一応比較的なところで折り目についてなんですが、折り目もね目立たなくなったとはいえ普通に折り目自体はありますね。で Pixel 9 Pro Fold は Galaxy からすると2世代前ぐらいの折り目だと思うので、結構こうブワンみたいなプラスチック特有のこの歪み感みたいなのはすごく感じます。個人的な意見としては画面つけちゃえばそんなに気にならないし、基本ねサイズ的にも正面から見ることがほとんどなので、折り目ってあんまりもともと気にしたことそんなないんですよね。
Galaxy Z Fold 2ぐらいの時からあんまり気にならなかったんで、ここでね別になんかすごいこれが嫌だとかは特にないです。ペンとかをね使うなら結構気になるところだと思うんですが、今回ね両方ともスタイラスペンには対応していないので、さらにねその辺の意味は特に僕個人としては感じていないところですかね。いやめちゃくちゃ薄いです、この感じで。若干ね Galaxy Z Fold 7気になるのが、これなんか折りたたんだ時に完全にまっすぐにはならないような気がします。個体差の問題なのか、若干こう段差というか曲がりがあるような気がしていて、そこが1個ね、ちょっと気になるかなみたいな感じかな。はい、ちなみに画面サイズなんですが、両方とも8インチなんですが、アスペクト比が違うっていうこともあって、この本とかのね表示のサイズ感はちょっと異なります。こんな感じで若干ねこの縦長な分、本の表示領域だと Z Fold 7の方が大きいような印象を受けます。そしてディスプレイの色が意外と違くて、こっちはねやっぱさすがアメリカ企業だなって感じなんですが、ちょっとね暖色寄りのディスプレイ、そしてこっちは結構ね寒色寄りのディスプレイっていうところで、これも結構 Galaxy シリーズと Pixel シリーズの違いとして大きな印象ですかね。でよいしょ、で横向きにするとサイズ感は若干 Pixel 9 Pro Fold の方が大きいみたいな、そういう感じです。ちなみに見開きだとこんな感じです。前までなんか Pixel 9 Pro Fold 見開きできなかった気がするんですが、いつの間にかなんか Kindle 見開きできるようになってる気がする。結構ね Pixel 9 Pro Fold は挙動がまちまちで、縦にした時に見開きになるパターンもあるし、横にしてもね治んないとかそういうのがあったりするんですが、今はねなんか治ってますね。でサイズ感はもうほぼほぼ同じような感じかな。若干 Z Fold 7の方が大きいような感じなんですが、ほぼほぼ誤差ですね。解像度とかテキストの読みやすさ的にもそんなに違いはないんじゃないかなと思います。漫画もこの2機種だったら別にそんな変わんない感じ。さっきも言った通り Pixel 9 Pro Fold は結構ねこの見開き時の挙動がおかしかったりして、他のアプリだとちゃんと見開きにならないとかあったりすると思うので、やっぱ Galaxy シリーズの方が信頼性は高い印象があります。画面の表示領域もそんなに変わらないかな。Pixel 9 Pro Fold 僕多分開発者モードとかで解像度のこのサイズとかねちょっといじってるんで厳密な比較ではないんですが、両方ともこの PC ビューに近いような形でウェブサイト閲覧ができるっていうのは熱いです。ただ、iPad とかと違ってなんかねスマホ表示にしかならないウェブサイトとかもあったりするから、その辺はね注意は必要なのかな。ちなみに地味ネタなんですが、カバー画面での Twitter の表示はこんな感じです。このスクロールねやっぱ Galaxy の方が滑らかにグイグイ素早くいく感じですね。この辺設定なのかな。表示領域も実はだいたい同じぐらいっていう、開いてもだいたい同じぐらいっていう感じです。はい、Z Fold 7は前モデルから大きく変わっていて、9 Pro Fold も前モデルと全然違うんですけど、ここに来てね、この2機種は結構近しいようなディスプレイの体験ができるんじゃないかなと思います。ただね、1点だけ漫画を読むとかそういう見開きで使うってなると若干挙動が怪しいのは9 Pro Fold ですね。Z Fold 7はかなりその辺安定している印象です。あとはそれぞれこうやってね多画面にすることはできて、確かピクセルは2画面までだったと思うんですが、サムスンはねなんか3画面ぐらいいけたんじゃないかな。もう1個確かほら3画面が追加できる感じです。でピクセルは2画面っていうところで、こんな感じでこの1つのアプリを画面内でホバーさせることができるのは結構強みなんじゃないかなと思います。これはあんまり使わないけどね、ジェミニとかそういうのを起動しておいて、そこで得た回答をコピーしてこっちにペーストするとか、結構ねいろんな言語を使うような人とかだったら便利なのかもですね。はい、続いて気になる人も多いんじゃないかなと思うんですが、カメラの作例比較みたいなのもしていきます。これね、今回 Z Fold 7はメインカメラに2億画素のものを搭載していて、3倍ズームの望遠と、あとは超広角の三眼を背面には搭載している形ですね。特にこの2億画素のカメラが結構従来のね、フォールドシリーズよりもかなり良くなっていて、色味も自然だし解像感もものすごくあるので、個
人的にはかなりスマホとしては完成されたんじゃないかなと思っています。でこれまではね Pixel 9 Pro Fold の方がカメラとしては良くて、こちらもね5倍望遠のペリスコープカメラと、あと4800万画素のメインカメラ、そして超広角カメラっていうここのね3眼っていうのは一緒なんですが、今回ね望遠と広角と超広角でどのぐらい差があるのかを見たくて、いろいろとちょっと撮ってきました。はい、ちょっと実際にね撮り比べてきたんですけども、こちらが Galaxy Z Fold 7の2億画素、すごいです。容量が 31MB もあります、この1枚でっていうのと、あとはこちらPixel 9 Pro Fold で撮った4800万画素の写真、本当にね同じ位置同じ角度で撮っています。こうやって見比べてみた段階ではそんなに違いはないんじゃないかなと思っていて、色味もね Z Fold 6とかよりも割と自然な雰囲気になってるんじゃないかなと思います。で、これ2億画素で撮っているんで、実際どのぐらいまで拡大できるかっていうところですね。はい、プロミスABC マートとかプロミスのこういうね細かいここの文字まで綺麗に読めているっていう感じですかね。この辺が分かりやすいかな。5000万画素で切り取った写真だとここまでしかズームできない。よいしょ。だいぶやっぱちょっと違いが分かりやすいかも。はい、ちょっとここまでズームするとかなり違いが出るんじゃないかなと思うんですが、2億画素だとさすがにくっきりしてますね。これなんか数字だけでしょうと思ってたんですが、かなりはっきり写っています。対して、Pixel 9 Pro Fold は5000万画素っていうところもあって、結構ねぼやっとしてますね。実際にここまでズームするってことはないと思うんですが、一応スペック的には圧倒的な差があります。ちなみに普通のカメラと違ってやっぱりこういうねAI 補正っぽさはすごくね残っています。こっちのピクセルに関してもねおそらく AI 補正効いてると思うんですが、ここまではねズームできないかな。こうやって文字とかを見てても AI 補正込みっていうのはありつつも、やっぱ解像感は凄まじいですね。でもう一枚ちょっと比較してみます。この感じ、情報量多くていいですね。でこっちが2億画素のギャラクシーよ。やっぱねくっきり同じ倍率ぐらいにするとやっぱくっきり感とかはかなり2億画素の方がある印象です。近い画角で言うとこんな感じですね。やっぱ2億画素はこういう情報を写真として残すっていう目的だとすごくね綺麗に撮れます。作品的なイメージだとピクセルのこういう暖色寄りのね自然な雰囲気の色味もすごい好きなんですけど、結構スマホで写真撮る時ってなんか板書したものをパシャッと撮影したり情報としてね、景色を撮ったりすることもあるので、そういう時にこの2億画素とかは使えるかなって感じですかね。一応同じ画角で2億画素じゃなくて1200万画素の方で普通のね、カメラを起動した時の写真だとこんな感じです。これもねだいぶおそらくかなり画像としては圧縮されているので、これで見るとやっぱね違いはそんなないんじゃないかなと思うんですけど、容量に関しては4分の1ぐらいになるので、普通はねこういう感じで撮影できるかなみたいな、そういう感じですかね。はい、続いては望遠レンズですね。ギャラクシーが3倍ズームでPixel 9 Pro Fold が5倍ズームっていうところで、やっぱ5倍ズームのねこの圧縮感はピクセルすごく気持ちがいいですね。対して Galaxy は3倍ズームなので、ズーム感で言うと5倍ズームあった方が綺麗でいいなっていう印象は正直受けます。はい、もう1枚、こちらは2億画素で5倍ズームしたかったんですけど、設定上それができなくて3倍ズームの5倍にデジタルズームしたっていうやつで、こっちが Pixel 9 Pro Fold で5倍ズームにしたやつですね。やっぱ綺麗ですね。5倍ズームだと結構ね光学5倍なので立体感が出ています。対してこちらも全然綺麗だとは思うんですけど、やっぱなんかこのねビルの名前の感じとかのディティールはピクセルかな。この撮影の合間に55カレンに行ったんですけど、55カレンに関してはギャラクシーの方がうまそうに見えます。ピクセルはちょっとね浅めの色っていうイメージですね。これはメインカメラを2倍のデジタルズームにしたものですね。これは2億画素で撮ったのですごくディティールまではっきり映っています。はい、あとは超広角レンズなんですけど、超広角はピクセルの方が広いですね。ギャラクシーはちょっと狭めな印象があって、ピクセルは結構広く遠くまで映っている感じがします。同じ場所から撮ってるんですけどだいぶ違いますね。
はい、ちょっと明るい場所ばっかりだったので、室内のちょっと暗めの自然光の環境で撮った物撮り的な写真ですね。こちら Z Fold 7 Pixel 9 Pro Fold で、一応ね同じぐらいの倍率でディティール感比較すると、やっぱね暗い場所でも2億画素が効いていて、かつ AI 補正感はあるんですが、文字もしっかりと認識できるのはZ Fold 7っていう感じですかね。個人的に気になった色味比較ですね。前モデルの Galaxy と比べたいんですけど、 Z Fold 7と Pixel で、 Pixel の方がねやっぱこのね色味の自然な感じとかは結構あるかなと思うんですが、この方が見やすいかな。色味に関してはやっぱピクセルの方がね自然な雰囲気があって落ち着いていて、ギャラクシーは割とビビッドな印象ですね。前モデルよりはだいぶ自然な雰囲気だと思うんですけど、結構ね色味にもこう差があることが分かります。何回も言うようであれなんですが、世代は違うんでねちょっと一概には言えないんですけど、やっぱ2億画素のカメラはかなりね強いなという印象です。結構2億画素とか画素数を前面に押し出す系だと割とねディティールがなんか変になりすぎちゃって不自然な雰囲気になるなっていうね、これまでのスマホカメラのイメージだったんですが、その辺がしっかりナチュラルにね割と補正されている印象ですごく使いやすいと感じます。ピクセルもねこうやって比較してしまうと解像感物足りなさ感じる気はするんですが、こうやってね拡大しなければ全然普通に使えるものなので、今回はねあくまでちょっと個人的に気になったから比較はしてみたんですが、どちらもね普通に使えるっていう印象ですかね。ピクセルは結構自然に5倍ズームができるので、割と子どもの運動会とかああいうところを写真で撮りたいなっていう人は5倍ズーム結構しやすいですね。とは言ってもやっぱねギャラクシー全体的に写真の色味すごい良くなってるので、これは結構ねいい感じです。あとはスペックで見えてきづらいところで言うと、UI の気持ちよさみたいなところは結構ね9 Pro Fold で感動したところなんですよね。スペック的には Galaxy Z Fold にね目が行きがちで、その辺なんかね弱いなみたいな印象だったんですけど、実際に使っていくとこの UI とかの挙動の気持ちよさの方が割とね重要だったりするんですよね。これが個人的にすごくねこの Pixel 9 Pro Fold を使っていて感動したのはいろいろなところでも話しているんですが、バイブレーションのパキッみたいな感じなんですよ。この辺は結構ねApple の iPhone とかもそうなんですが、上質なというか実際にそこにボタンがあるかのようなこのパキッと感で演出してくれるんですよね。なんかこっちとこっちに一つずつバイブレーションがあるのか、このね下から上に持ち上げるときはこの辺がブッみたいなカクみたいなカクみたいな感じかな。どっちかっていうとカクみたいな感じで持ち上がるし、上から下に下げるときは上の方がパキッみたいな感じで、このね動作がすごく心地いいです。であとやっぱ好きなのがこのねテキスト入力するとき、ここがもう一個一個ボタンを入力するたびにちょっとハプティックセンサーみたいな感じで、筐体がねパキ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 ってなる設定ができるんですよね。ここが結構個人的には好きで、かつこの9 Pro Fold のバイブレーションの感じとかがすごい良くて、これでちょっとハマっちゃったみたいなところがあってずっと使い続けてるんですが、ここに関しては Galaxy Z Fold 7悪くはないんですけど、この辺をね上に引き上げたり下に持ち上げたりしても特にね振動はせずに、本当に画面上だけでパキッパキッと演出されるような印象です。ここはねスペックでも出ないところだし、別になんかここがない方がいいっていう人もいると思うんで、本当に個人の好みだと思うんですが、僕はなんかやっぱね体感として物理的なフィードバックがあった方が好きなタイプなので、ここはちょっとねピクセルシリーズ好きだなっていう感じなんですよね。そういうね UI の違いもあってか、バイブレーションにはそんなにね力を入れていないような印象で、普通にちょっと前のブみたいなパキッとかじゃなくてブみたいなバイブレーションがこれではなるっていう感じです。バイブレーションの質って本当にどうでもいいというか、スペックでは全然表せられないところだと思うんですけど、体感としてね物理的にこうフィードバックがあるっていうところでは結構唯一無二の存在だと思うので、個人的には結構重視したいポイントですね。で一応ねサムスンのキーボードもこのね設定でバイブレーションをオンにすればバイブレーションは鳴るんですけど、筐体全体でこう
プッ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 プってなってるような感覚ですかね。本当に人によってはどうでもいいと思うんですが、やっぱこのねフィードバックは正直 Pixel 9 Pro Fold 好きですね。この感じ、UI の話で言うと若干ね気になるところで言うと、サムスンの場合ってこのね Google のプリインストールされてるアプリだけじゃなくて、似たようなアプリで Galaxy のものがたくさんあるんですよね。ストアのアプリだったりフィットネスとか、あとはGalaxy のブラウザとかギャラリーとかね、カレンダーとか、ノートとかそういう系のアプリが結構ね一通りプリインストールされていて、普段からそれをね使っているならいいんですけど、ちょっとね Google の、アプリと若干カニバるところがあって、Galaxy 以外にもねいろいろな端末を使っている身からすると、ちょっとねこの辺は正直気になるところですね。一応ね謳い文句としてはこのジェミニとかを使ってマルチモーダル的に、ノートに今見ている画面をスクショしてメモしておいてとか、そういうのが、連携しやすくなるっていうところはね魅力的ではあるんですけど、個人的にはもっとアプリシンプルな方が嬉しいなっていうのはあります。ドコモとかキャリアの、プリインストールよりは全然マシなんですけどね。あと開きやすさとかは結構毎日使ってると気になるところで、 Z Fold 7は薄くなった分めっちゃ開きづらいです。これはね爪をある程度長くしておかないと指が入っていかないし、つるって意外とね滑りやすいんで、つるってなって落としちゃうとかは結構ねありそうだなっていう印象です。ここは結構ね気を使いながら爪でここの間にパキッと入れてからちゃんと広げるみたいなのを徹底しないと割とすぐ落としちゃうんじゃないかなと思います。ケースに入れたりねサポートに入っていれば落としても問題ないと思うんですけど、ある程度ショックは大きいですよね、落としちゃうと。なんとなくここにリングみたいなのつけとけば、こことここで指定になってね置いても揺れないし、すごいいいんじゃないかなっていう感じなんですが、ここはねすごく気になります。ちなみにPixel 9 Pro Fold もめちゃくちゃ開きづらいです。正直 Z Fold 7より開きづらいんじゃないかなって感じなんですが、すごくねこの引っかかりもないし滑らかすぎるので、僕はね正直これで何回か落として壊してしまっております。1年のうちに何回落としたかは分かんないですけど、結構落として、そのうちの2回破損して壊してしまってますね。これはね本当に家で気をつければいいんですけど、出先とか電車の中とかでねこうやって開いて使おうとすると結構焦って滑っちゃうことは多いので、ここのね開閉のしづらさっていうところは前のモデルたちよりもすごくね退化しているというか、開きづらくなってはいるんじゃないかなと思います。バッテリーに関してはちょっと体感ベースの話になっちゃうんですけど、個人的には9 Pro Fold の方がかなり持つなっていう印象はあります。この辺ね結構こっちが4400mAh、こっちが4650だったかなとかで、物理的に違うっていうのもあるんですけど、意外とね Z Fold 7もかなり持つんですよ。画面を使ったりとか動画を見たりとか、そういう CPU パワーを使わない画面の操作とかであれば結構持つんですけど、例えば CPU をかなり使うような2億画素の写真でおーすごいこんなにはっきり撮れんだとかをバシャバシャやってると、みるみるうちにもうすごい速度でね、バッテリーは減っていく印象はありますね。2億画素ってねかなりパワーを使うことだと思うので、こうやってパシャッと撮って、で中でね画像処理エンジンが動いて、こうやってズームする時にもねかなりプロセッサーメモリーとかを食うから、こういうのとかをやってるとみるみるうちにすごい勢いで減っていきます。この辺はやっぱ CPU パワーを使うゲームとかそういうのにはちょっと弱いのかなって感じなんですが、漫画を読んだりとか普通にね日常的にウェブ閲覧するとかメッセージ返すとか、そういう用途だったら全然そんなにバッテリーの減りは困んないんじゃないかなみたいな、そういう差がありますね。さすがにバッテリー容量日常的にめっちゃ食うんじゃねと思ってたんですけど、意外とそんなことはなくて、日常の作業とかだったらそんなに減らないみたいな。
であとできること自体はそんなにね大きく変わらないんですが、一つだけものすごく、個人的に違うところとしては、これ DeX モードって言って前から動画でも紹介しているんですが、こういうねタブレット的なモードをさらにこういうディスプレイだとかこういう AR グラスと組み合わせて広いね領域で作業ができるっていうところが、一つね Galaxy シリーズを選ぶ絶対的な理由になるんじゃないかなと思います。普段はこういうので使うんですけど、例えばね出張先のホテルのテレビだとかこういうモバイルディスプレイとかがある環境だったら、こうやってGalaxy を有線で接続すれば Galaxy を使ってディスプレイにデスクトップ風にね表示させることができるんですよね。これ初めて使った時結構感動して、こんな感じで今ねトラックパッドモードになってるんですが、トラックパッド的にすると分かりますかね、ここにこうカーソルが動くようになっていて、例えば、ノートとかをこんな感じで開いて、本当はねキーボードとか接続した方がいいんですけど、こんな風に結構もうパソコンに近いようなすごい大型のタブレット端末を触っているかのような感覚でこうねウェブサイトを閲覧しながらこっちでノート系のアプリを開いてとか、それで作業することができるんです。あとは例えばこういうトラックパッド付きの折りたたみキーボードとかを接続すれば、これだけでパソコンは持っていかずともある程度の作業はこれでできてしまうという感じなんです。動画編集とか専門的なねクリエイティブツール Adobe のソフトを使うとかだとちょっと難しいんですけど、これでちょっとした資料をいじるとか Google のスプレッドシート開くとか、そういうのがねすごくしやすいので、個人的にはやっぱね DeX モードはすごく好きなんですよね。これはもう Galaxy 専用の機能で、しかも今年から Z Flip 7にもね搭載されているんでめっちゃ熱いなと思うんですけど、ここは結構ね Galaxy シリーズならではの機能です。ちなみに余談で Pixel 9 Pro Fold を挿すとどうなるかっていうと、単純にこういうミラーリングです。開けばねある程度ちょっとタブレットっぽくは使えるんですけど、さっきみたいにいろいろね、画面をホバーさせたり分割したりとかそういう風に使うのは向いてないっていう感じですね。ただやっぱ Galaxy みたいにねこんな風にたくさんのこういうタブとかを出してブラウザもこう分けて写真も出してノートも出してみたいな、こういう風に使うってなると DeX モードってやっぱいいよなっていう風に思います。やっぱこれいいよな、アプリを変えずにねブラウザもこのタブごとにこう切り替えられるもんな。こんな感じでいくつも、これは結構使い勝手いいです。はい、続いてはやっぱ大事なのは価格だと思うんですけど、価格に関しては結構明確な差があるかなと思います。通常価格だと、こちらがね26万5千円ぐらいで、こっちが25万7千円ぐらいだったかな。その辺ちょっとこのテロップを見てほしいんですけど、そんなにね定価だとあんま変わんないんですが、Google 系の場合次のモデルどうなるかわかんないんですけど、これね公式ストアで買うとストアクレジットって言ってかなりの多くのね、Google ストアで使えるポイントがもらえたり、あとは前のモデルを持ってる人だったら下取りって言ってめっちゃこう高い価格で前の機種を買い取ってくれるんで、実質すごい10万円台中盤ぐらいで手に入れることができた端末なんですね。僕は普通にね購入してしまってるんですけど、往年のピクセルユーザー的にはかなりね手に入れやすい端末だったみたいで、これがねすごく、そのストアクレジットとかいろいろ加味すると、売却しても利益が出るっていうことで、これ中古でもかなり端末が出ています。で Galaxy Z Fold 7もねキャリアの割引とか2年間の返却みたいなそういうプランいろいろあると思うんですけど、公式でもね一応ワイヤレスイヤホンプレゼントしますよとかキャンペーンがやってたり、そういうね特典もあるんですが、その辺のね割安感で言うと現状だけで言ってもやっぱね9 Pro Fold 圧倒的に安いですね。ちょっと次のモデルが出てから考えた方がいいとは思うんですけど、1個ねメリットなんじゃないかなっていうのは正直なところです。はいっていう感じで、それぞれの機種を使ってみた感想だったり、微妙なところではあるんですけど使い勝手の違いとか、価格の差とかスペックの差みたいなのも触れてみました。それぞれね方向性は違うんですけど、9 Pro Fold は個人的にはねこのデザイン性と UI の気持ちよさ、このね真っ白
中性的な色合いみたいなのがすごく好きですね。かつ価格的にもやっぱ中古市場とかでもかなり安くなっていて、もうね15万円ぐらいで購入できるから、その辺を考えると結構初めての折りたたみとしてはおすすめなんじゃないかなっていうのは意外とあるところですね。スペック的にも問題なくキビキビしてるし、カメラもそれなりにね普通に綺麗に撮れるので、ここは結構一個いいポイントだと思います。ただGalaxy Z Fold 7をね前にしてしまうと価格とかはちょっとネックではあるんですが、この軽さ薄さで言うと本当にもう普通のこういうスマートフォンと遜色ないレベルで、もはやこっちの方がもう軽いみたいな、そんな中でこの画面っていうここのねロマンはめちゃくちゃあるので、日常的に電車で漫画読みたい、本を読みたい、雑誌読みたいとかそういう用途だとかなりZ Fold 7はね金額以外の面では最高にいいんじゃないかなと思います。特に前までネックだったカメラが進化して日常的に本当に使いやすくなっていると思うので、この辺はね正直今折りたたみスマホ何がベストバイかって聞かれたら圧倒的に Z Fold 7になっちゃうかなってところですね。そんな感じですかね。結局は実際にどっちを持ち歩きたいかみたいな、そういうねファッション的なところにも収束していくんじゃないかなと思うんですけど、ある程度使ってみた感想としてはそんなところです。これからね、購入検討している人もいるだろうし、予約をしている人もいると思うんですが、この動画参考になれば幸いです。というわけで簡単な動画ではあったんですけど、今回これで終わりにしようと思います。他にもGoogle とかのねこのスマホのレビューをしていたり、あとはこれのねイベント行ったりもしていて、そういう動画もあるので、ぜひ過去動画もチェックしていってください。それで気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とまログでした。